アメリカ・ワシントンの郊外、国立公文書館の書庫に日本から来た箱が44箱並んでいる。その一つ、42番の箱の5番のファイル、小さな手帳が入っている。表紙に英語のメモが1枚ホッチキスで留められている。日記。開くと鉛筆の字で持ち主の名前が書いてある。マルタ。北海道の農家の若者の日記である。この手帳は80年以上家に帰っていない。こんにちは、上目です。前にお話しした缶の手帳は60年かかって家に帰りました。今日の紙幣はまだ帰れていません。なぜ帰れないのか、それを知るにはこの日記が書かれた時代を少しだけ知っておく必要があります。一緒にたどってみましょう。昭和16年、西暦で言えば1941年の日本である。この時代、成人した男子は全員兵隊になれるかどうかの検査を受けた。そして国から呼び出しの紙が1枚届けば、農家の息子も商店の若旦那も仕事を置いて軍隊に入った。王将という北海道の真ん中、上富良野。畑の広がる開拓の村にもその紙は届いた。3月1日、旭川の平野。雪の中を上富良野の農家の息子が歩いてゆく。名前はマルタ。その夜、支給された手帳の最初のページにこう書く。今日は初めての軍隊生活。これからいよいよ一人前の軍人となる。その年の12月、日本はアメリカと戦争を始めた。真珠湾である。初めの半年、日本軍は勝ち続けた。翌年の春、マルタの部隊に動員令が下る。目的地はミッドウェー、ハワイの近くの小さな島。部隊は広島の宇品港から船に乗り、南へ向かった。だが6月、その島の近くの海戦で日本は主力の空母4隻を一度に失う。後に戦争の流れが変わった日と呼ばれる敗北である。上陸するはずだった島は消えた。行き場を失った部隊はグアム島にとどめ置かれる。日記の呼び名では大宮島。南の島の日々が手帳に並ぶ。相撲、貝取り、ガマ、トカゲ、サソリの多いのには驚いた。6月22日、北海道の農家の息子が生まれて初めて泳げるようになる。水泳、午前中、初めて泳げるようになった。午後、昼寝。夜、浜に出ると月が出ている。6月28日、十三夜。十三夜の月を眺めて、遥か故郷の父上様、母上様、達者で幸福を祈る。2日後のページにぽつりと一行、こう書いてある。不平は弱い者が言うものである。7月8日、久しぶりのスコール。雨の音の下で彼は北の畑を思い出す。家では今頃菊刈りの最中だろう。同じ頃、南太平洋の地図の隅で戦争の次の焦点が生まれていた。ガダルカナル島、ジャングルに覆われた日本から5000キロ離れた島である。日本軍はこの島に飛行機の基地を作っていた。滑走路がほぼ完成した8月7日、アメリカ軍およそ2万人が上陸し、その飛行場を奪った。取り返せという命令が出る。選ばれたのは一番近くまで来ていた部隊、グアムで泳ぎを覚えたマルタたちの部隊だった。実はその8月7日の正午、部隊は日本へ帰るためグアムを出港したところだった。名残多き大宮島よ、さらば、彼はそう書いていた。翌朝、船はグアムに引き返す。そして同じ日の夕方、再び出港する。行き先は
故郷から戦場に変わっていた。日記の上ではそれはたった2行である。朝帰港、夕方出港。同じ8月、軍の上層部でもう一枚の紙が書かれていた。命令書である。上陸したアメリカ軍について、そこにはこうある。兵力なお不明なるも、上陸後の活動は必ずしも活発ならず。敵はおよそ2000人と見積もられていた。実際にいたのはおよそ2万。送り込まれた先発の隊はおよそ900人である。月と菊の畑を書いた紙がその命令の紙に運ばれてゆく。駆逐艦かげろう、8月15日、船の上でお盆を迎える。両親たちを達者で。18日、赤道を越える。時刻まで書いてある。10時18分。19日、夜8時、ガダルカナル島大母岬の沖。9時、敵前上陸。そして20日。夜、行軍。敵の飛行機1機、平井セリ。日記はここで終わっている。あくる8月21日午前2時50分、ガダルカナル島、日本軍が中川と名付けた川の下流で丸田は戦死した。享年24。916人の先発隊のほとんどが帰らなかった。手帳はアメリカの兵士に拾われた。日本の兵士は日記を書くことを義務のように習慣づけられていた。アメリカ軍はそれが情報の塊であることを知っていた。だから戦場で文字の書かれた紙はすべて拾われ、箱に収められた。表紙に英語のメモを留められ、赤鉛筆でチェックをつけられ、手帳は太平洋を渡った。44箱のうちの1冊として。63年後、平成17年夏、上富良野の丸田家に一本の電話がかかってくる。新聞記者がアメリカの書庫で兄の名前を見つけていた。8月1日、弟と妹たちの集まった家に手帳のコピーが届く。確かに兄の筆跡でした。コピーを見た医師が家族に教えた。ページの至るところにシミが残っていると。家族は原本を返してほしいと願った。けれど手帳は今もワシントン郊外の箱の中にある。今日の詩編はここまで。地図を見るとこの手帳の旅はまだ線が1本足りません。家までの帰り道です。次の詩編は名前のない日記。南の小さな島で拾われて書いた人が誰なのか今も分かっていません。それではまた。詩編は太平洋の向こうの箱の中で今も帰りを待っている。